ちゃくちゃ冷たい風が出てきてますね。そりゃ車内も冷えるわけですよね。はい、皆さんこんにちは、デッキンです。今回はですね、この窓用エアコンを実際に車中泊で使えるように DIY していこうと思ってます。前回の予告通りですね。この窓用エアコンを実際に車中泊で実用することができたら、スポットクーラーよりも圧倒的に強い能力で快適に車中泊できると思うんですね。他の YouTuber さんもやってらっしゃるんですけども、私は私なりのやり方でちょっとやっていこうと思うので、ぜひね、興味のある方最後までご覧ください。このチャンネルでは車中泊の情報や車中泊をするためのこういった DIY、また便利グッズの紹介なんかを行ってますんで、興味のある方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、というわけで今回やっていこうと思うんですが、この状態だったら前回と一緒ですよね。ちょっと倒れないようにですね、こんな感じで緑の紐を仮に巻きつけておりますが、本当はここにちょっと家具の突っ張り棒なんかを置いて、がっつり固定しようと思ってるんですが、今回ちょっと間に合わなかったので、こんな感じで代用させていただこうと思います。メインとなってくるのは、実際に車中泊した時に室外機が外に露出されていて、しっかりと室内機と室外機の吸気排気がしっかりできるかっていうところがポイントになってきますんで、ある程度察しがついてらっしゃる方もいると思うんですけども、どのような形でその吸気排気を分ける DIY をしていくのか、またその時に使った道具とか、もろもろね、今回全部紹介していきますんでね、ぜひ参考にしてみてください。はい、ということで、今からメインとなるね、このメインとなる道具を買ってきたんで、そちらね、メインの DIY のアイテムになるんで、こちらまず紹介していこうと思います。はい、今回使うアイテムはこちらになります。遮光シートですね。UV80 カット紫外線防止、両面防水 100% 遮光という形で、外からの光を遮る遮光カーテンみたいな役割を果たすものなんですが、これをね、どのような形で DIY に使っていくかというとですね、このスライドドアのところね、全面、この遮光カーテンで覆ってあげて、室外機の部分だけカットして露出してあげるっていう、そういう DIY をしたいと思います。で、基本的に露出させて、どのような形で車体に貼り付けていくかっていうのは、こういったマジックテープとかがあったりとか、透明の丸テープがあったりとかしてるんで、車体には基本的にマグネットで取り付けていきつつ、このマジックテープを窓用エアコンに取り付けて、しっかりとね、アルファード専用の遮光の布として使っていこうという形ですね。で、実際に私が買ったのは4メーターから 1.5 メートルのこういった布になりまして、これをうまいことカットしながら使っていくと。全面を覆って、そして窓用エアコンをこの定位置にある状態で、この形にカットして、この部分だけね、この裏側の部分です。この形にカットして、そしてこの部分にですね、マジックテープを貼り付けて、この外の室外機の部分を露出させていくといった、そういった DIY になりますんで、早速ね、やっていきたいと思います。マジックテープは、一応これだけあるので、これで足りなかったら、ちょっとダイソーで買いに行ったりとか、マグネットはちょっとダイソーに買いに行って、残りの道具を揃えていきたいという形ですね。この布を裁断するには、基本的には立ちばさみとかがいいのかなと思いますんで、カッターナイフと立ちばさみでやっていくといった、そんな感じになります。基本的に使った道具は説明欄の方に全て記載しておきますので、参考にしておいてください。はい。ということで、汚くてごめんなさい。ちょっといろいろもろもろ買ってきたんで紹介だけ。基本的には、このシートをこうガバッとこう被せて、マグネットで留めていくので、マグネットをたくさん買ってきました。1000円分マグネットを買ってきたんで、これでベタベタ貼り付けてちょっとやっていこうと思うのと、これで覆ってあげて、で、室外機の部分を切って、マジックテープで取り付けれるように DIY するっていう、そんな感じの簡単な DIY になってますんで、気軽に見ていってください。実際、DIY が終わってからまた説明するんですけど、ここ布で覆って、こんだけ開けて、この室外機を出して運用していくんですけど、この布で覆っただけだったら、正直ですね、もう防犯上はアウトなんですけど、基本的にはこう閉じて、ここぐらいまで締めてやっていこうかなと。基本的にはこの締めたところですね、横、これぐらい隙間があるんで、ここにプラダンで仕切りを入れてあげて、熱い空気が出るところ、そして空気が吸うところ、これを分けてあげて、わずかこの隙間から熱い空気を排出してやろうという、そういった DIY の方法になります。これだけ開けてたら、ここから普通に開けられちゃうじゃないかって思うかもしれないんで、こういったロックを買ってきまして、この状態ですね。この状態でロックしっかりくくってあげたら、外の外気を取り込む隙間もしっかり空いたまま運用できるといった、そんな感じになります。これしっかりしておいてあげたら、正直、これで車内に入ってくる人間って、このワイヤーロックをぶった切って入ってくるってことになるんで、相当かなと思うんで、僕はこれで大丈夫かなと思うんですけど、これが嫌だなとか不安だなと思ってる方は、窓用エアコンは導入しない方がいいのかもしれないんですが、正直ですね、スポットクーラーだってここにプラダンでダクトを出すための DIY するわけですよ。それだって普通にこうバーンってこうやって手を入れられてしまうし、なんならそこからこう鍵を開けて侵入してくる人もいるかもしれないんで、どっちのこと、ここの隙間が空いてるのもプラダンで
ダクトを出してるのも同じぐらいのリスクあるんじゃないかなっていうふうに思うので、結局、夏の車中泊は室外機の取り込み口と温風が出ていくそのダクトっていうものをどうしても DIY しないといけないので、室内機、室外機一体型のスポットクーラーを使うときはこういった DIY 必須になるんで、そこら辺はみんなリスクを背負ってね、車中泊やってるんだなと僕は思っているので、今回はね、これで紹介させていただこうと思っております。最近出た室内機、室外機を分けるためのラクール、これめちゃくちゃ人気でみんな買ってるんですけども、なかなか手に入らない、そして価格が16万超えてくるっていうところもありまして、つけれる車っていうのもね、限られてくるところもあると思うんで、私はできるだけ安価で、それで誰でもできるような DIY で動画を撮っているので、今回窓予約を選んだっていう形になります。じゃあ、早速、一回シートを取り付けて、一回やっていきましょう。はい、ということでですね、まずこのシートね、4メートルのもの買ったんですけど、めちゃくちゃ長いですね。正直そんなにいらなかった。横幅 1.5 メートルと縦幅がだいたい2メートルもあれば余裕なんじゃないかなって感じなんで、一応商品ページからは簡単にサイズの方選べるんで、皆さんの方で選んでみてください。はい、ということで今からこんな感じでちょっと仮止めしてですね、下のサイズ合わせていきたいと思います。とりあえずこのシートは、どっちかというと、もうペラペラで薄いし、もう防犯上どうなんていう意見は結構あると思うんですけど、この窓用エアコン DIY に関しては、本当に一番最適なんじゃないかなと思って、今回これを選びました。もう本当に防犯上気になる方とかは、本当に真似しないようにっていう形でお願いいたします。私は一回これで試しながら使っていって、いろいろ車中泊を踏まえてね、良かった点、悪かった点っていうのをね、今後夏に向けてやっていった DIY なんで、夏これを使って車中泊していくことが多分あると思うんで、その時にレビューしていきたいなというふうに思います。で、今日はですね、もうちょっと日が沈んできてるので、どっちかというと、日が照ってる段階で動画の最後の方につけておきますので、冷却テストの方もしていきたいと思いますので、そちらまた最後まで見てください。こんな感じでカットできたら、一回ちょっと仮で合わせてみるんですが、はい。こんな感じになります。で、このはみ出てる部分をですね、マグネットではめていって、室外機がこう出てくるんですね。この室外機の部分をこんな感じでペンかなんかでなぞってあげながら、その部分をカットして、で、マジックテープでくっつけれるようにするという、そんな感じになりますんで、ちょっと一回それでやっていきましょう。はい。マグネットで貼り終わって中に来ました。一応こんな感じで、走行中とかも、もう、基本的に車中泊地に行くときはこのシートをもう取り付けた状態で行きます。普通にドアも閉めれますので、基本的に車中泊地に着いたら、この状態でドアを開いて、さっき言ったチェーンロックをかけてから、こいつを起動すると、快適に室内、室外機、分かれた状態で使えるという形になってます。今、マグネットで貼り付けただけなので、今から室外機の部分を切り取って、マジックテープで貼り付けてですね、で、室外機を露出していこうと思います。はい、ということで、こんな感じでさっき切りまして、ここですね、マジックテープでこんな感じでつけました。で、マジックテープの量がちょっと足りなかったんで、この隙間なんですけど、ここはもうちょっと要所要所でマスキングテープで貼って、位置合わせのための仮止めで、あとは隙間を防ぐためにちょっとマスキングテープ常備して、ここにピタッとしたいかなと思います。これで、あと、ここにプラダンをですね、こんな感じでつけてあげたら、こうやって閉めた時に、あったかい空気がこっちに流れて、で、普通の外の外気をこっちのアルミフィンのところから取り込むっていう形式ができるのかなというふうに思うんですが、それを最後やってね、今日ちょっと終わっていきたいと思います。一応まだまだ改良の余地はあるかもしれないんですが、一応こんな感じで普通に閉めることもできますし、こうやって開けて調整することもできるんで、一旦はこれでいいんじゃないかなと。あとは、こうやってチェーンロックでかけてあげれば、一応防犯対策もできてますよっていう形で、これでいきたいと思います。防犯対策もクソもですね、正直、これビロってめくられてしまったら、ここめくれちゃうんですけど、でも、入ることはできないんでね、車内に入ってくることは一応できないので、そこはね、こう入ってきて、
ここから手を突っ込んで、鍵を開けない限りはってところもあるんですけど、2ダクト製のスポットクーラーでも、さっきも言ったんですけど、同じことが起こるので、私はちょっとこれでやってみたいかなと、自己責任でやってみたいかなと思うんで、これを真似される方もね、ぜひね、自己責任でやってみてください。はい。という形で、一応これで反対側から見ていきたいと思います。反対側も正直言って、さっき見た感じと何ら変わらないと思います。もう普通に黒いシートがあって、エアコンがドンと乗ってるだけっていう形になるので、これはこれで一回今からプラダンをしきりに入れて施工テストして終わっていきたいと思います。で、車内のね、気温がどれだけ下がったかというテストをちょっとやっていきたいと思います。はい、それじゃあちょっとプラダン施工していきましょう。はい、でプラダンはですね、こんな感じで、このガラリのここに差し込めるような感じで加工しました。するとこんな感じでね、こっちがですね、吸気になって、こっちが排気になるんですね。で、こんな感じで扉を閉めてあげて、この状態でですね、この状態で、ここでロックするんですよ。すると、この熱い空気の逃げ道がここだけになってくるので、効率よくあったかい空気を外に出して、もう一つの外の空気をこっちから吸気できるという形になって、吸気と排気が二室制になったんで、これでバッチリね、冷房効率上げれると思うんですね。なので、早速今からこの状態で動かしていきたいと思います。で、さっきね、もう日も落ちてきたから、ちょっと冷房の検証難しいんじゃないかなって思ったんですけど、車内はね、ゴリゴリに暑いんで、車内ですね、なんと30度超えてますんで、この状態で今からサブバッテリーの電源を入れてですね、それでクーラーをね、動かして、30分後から1時間後の車内の気温っていうのを見ていってね、最後終わっていこうと思います。あくまでもね、今回簡易 DIY で、実践ではもうちょっと改良されてるところがあると思うんですけども、改良されてたら改良されてたで、その時にしっかりね、説明させていただきますんで、とりあえず今日はこれで動かしていきたいと思います。じゃあ、サブバッテリーの方に電気入れて、じゃあこれで電気入れていきます。今、クーラーが動き出しました。冷房で今設定しております。で、すいません、蚊が飛んでました。で、まだコンプレッサーは入ってないんで、まだ消費電力が 20W とか 30W しかないんで、これでコンプレッサーが動き出したら大体 600W ぐらい、前回の動画参考にしてみてください。600W ぐらいで動き出すという感じになります。で、しっかりと間仕切りのカーテンも閉めてあげて断熱していきましょう。で、このまま冷風だけを出してても効率よく冷えないので、前回紹介したカゴ置きのこの扇風機、上に引っ掛けて、後ろにも拡散させるような感じでやっていきたいと思います。で、これここ引っ掛けて、っていう感じですね。で、現在の車内の温度の方、確認しておきましょう。現在の車内の温度、31.1 度、湿度 29%、夕方の5時なんですけども、これが今からどれぐらい冷えるか、最後実験して終わっていきたいと思います。はい、それでは実験スタート。はい、それで今からチェーンロックかけていきますね。こんな感じで。はい、チェーンロックかけたら、一応防犯的にはこんな感じでいいなと思うのと、あと、このプラダンのおかげで、この室外機の排気がもうダイレクトにこう出てきてますね。そして、ダクトって狭い管をこう通って出てくるだけで、結構ね、空気の出る量って制限されてるんですけど、これも、この室外機の温風が出てくるところを全然遮ってないので、めちゃくちゃ効率よくね、出てきてます。で、こっちなんですが、ちょっと見えにくくて申し訳ないんですが、この隙間からですね、しっかりね、外気をね、取り入れてますんで、これでしっかりと冷房能力を果たせるような感じになったんじゃないかなと思います。客観的に見てどう思いますかこれもう無理やりこの車内に入ってやろうっていう感じになりますかね。僕はね、ちょっとリスクあるなと思うので、僕はやらないんですけども、本当にこれが危ないし、これはさすがに真似できないなと思うんであれば、ちょっとね、真似しないでくださいね。なので、今からこれでさっき5時9分だったんでね、6時頃に車内に戻ってきて、車内の温度を確かめて終わっていきたいと思います。で、200アンペアアワーのバッテリーが 100% でスタートしたんで、何%最後にね、減ってるかっていうのも検証して終わっていきたいと思います。はい、ということで1時間が経ちましたんで、温度検証していきます。この冷房がかかってないところと、外の気温ですね。外の気温もわかるように、もう一個温度計を設置しましたんで、まずはね、そっちの温度計からちょっとチェックしていきたいと思います。じゃあですね、まずは、こ
この温度計ですね。外の外気温が 30.3 度、中が31度っていうことで、まあまあ、実験前とほぼほぼ変わらずですね、日も暮れてきてるにもかかわらず、やっぱり車内の温度は結構高めっていうことがこれでわかります。肝心のこの吹き出し口、めちゃくちゃ温風が出てきてます。でこれ今からね、測ってみましょう。45.9 度。めちゃくちゃ温風出てきてますね。47度。この室外機はしっかりとね、熱い温風が出てきていい感じなんですが、なんと熱で粘着テープが負けて、ちょっとここビローンってなってきてるんで、ちょっと次の車中泊までにちょっと対策考えてみたいと思いますが、今回とりあえずこれで。で、正直言うと、さっきこうやってロック外したんですが、これ防犯対策にも非常にいいと思いますし、隙間もこれだけしか空いてないのに、しっかりね、温風が出てきて、非常に熱効率もいいと思います。これはね、車内の中の温度変化、非常に期待ですね。さっさと車内の温度を確かめろよっていうとこなんですが、ちょっと待ってくださいね。今から行きますんで。はい。じゃあ肝心のこの車内の温度は、ちょっと車内ごちゃごちゃしててすいません。はい。じゃあ早速確かめていきましょう。22.4 度。めちゃくちゃ涼しいです。で、この扇風機で後ろにも拡散してるんで、後ろにも冷気がちゃんといってます。で、このシートもですね、今こんな感じで目隠しシートになって、しっかりとね、車内クーラーの冷気がこの後部座席だけで攪拌されてるっていう感じになってますね。もう大成功です。もうクレクールだったらここまで冷えなかったんで、真夏にもね、ちょっと一回検証はしてみないといけないんですけども、これ非常にいいですね。大成功だと言えると思います。で、最後ですね、ここの突出温度を確かめて終わっていきましょう。室外機の方は確かめたんで、室内機の方は、なんと 3.1 度。冷たすぎる。風が冷たすぎるということで、クレクールでもね、もう10度とかね、9度とか、最高でもそれぐらいだったんですよね。ここから当てるだけで2度とか1度とか、めちゃくちゃ冷たい風が出てきてますね。そりゃ車内も冷えるわけですよね。冷房効率もクレクールの2倍ありますんで、これはもう夏の車中泊の救世主になると私は確信しております。で、消費電力はどれぐらいかというと、消費電力の方がですね、73%、73% となりました。100% から約25%、26% 減ったので、50アンペアアワー使いました。これはワットに計算すると500ワットアワー使った計算になりますんで、このサブバッテリーだったら、4時間ぐらいは持つかなと。フルで稼働して。でも多分、車中泊で使うときは27度設定とか6度設定にして使うので、コンプレッサーが止まったりとかついたりとかするんで、それもね、長時間夜使えることが見込みますんで、これはまた車中泊の時に検証していきたいと思います。はい、ということでですね、今回エアコンちょっと簡易設置ですけどね、してみたんですがいかがだったでしょうか。あんな感じで真似してもらったら、いい感じにね、皆さんも窓用エアコンつけれるんじゃないかなと思います。ちょっと防犯対策でちょっとって思った方はね、ちょっと真似しない方がいいかもしれないんですが、私は今年の夏はこれでちょっとやってみようかなという感じになります。冷え方としてはもうむちゃくちゃ最強。今ちょっと窓開けて、ちょっとゴソゴソしてたら23度まで上がってるんですが、クレクールより圧倒的に冷えると思いますんで、これをちょっとね、今年の夏、味方につけていろいろやっていこうかなと思いますのでね、ぜひこのエアコンで車中泊した感じがどんな感じになるのかっていうのをね、ぜひまだ夏の車中泊で試していきたいと思いますので、まだチャンネル登録してない方は、チャンネル登録して通知オンにしていただけると、この後の動向がわかりますんでね、ぜひ楽しみにしていてください。はい、ということでですね、今回はこれで動画を終わっていこうと思います。今回使った、この遮熱シートはですね、概要欄の方に全部貼っておきますんで、ぜひ参考にしてみてください。4メートルであまりあるぐらい長すぎてですね、もう3分の2以上は余ってるんですけど、それ2200円ぐらいで買いました。これ概要欄に貼っておきますんで、ぜひ参考にしてみてください。あとはダイソーで磁石とかを買ってきたような感じになります。あとは余ってるプラダンを使ったりとかはしましたが、こんな感じになります。はい、ということで、今回の動画で参考になったなと思った方は、ぜひグッド評価の方で応援していただけると非常に励みになります。それでは次回の日曜日またお会いできたらと思います。ご視聴どうもありがとうございました。